こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー134-1です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダチャンネルでは番号の色で内容を分けています。この動画134-1ではレース棒のみを作ります。そのレース棒を使って動画134-2で風船ペンダントを作ります。動画ナンバー7で紹介しているきなりガラスファン式バーナーを使います。改めまして134-1レース棒のみ作ります。左側を A、右側を B とします。AB のレース棒を作ります。写真はレース棒の断面です。4mm ステンレス棒に C38 をつけます。最初少しつけて追加して大きくします。左官ごてで円柱にします。先端に 4mm ステンレス棒を接続したら反対側の 4mm ステンレス棒を外します。左官ごてで整えます。円柱ができました。直径約 14mm、長さ約 20mm です。CS12 を少し温めて貼り付けます。タイルカッターで切ります。8本貼り付けました。剥がれないように先端を押し付けます。ステンレス棒側も同じく剥がれないように押し付けます。C19 で全体を覆います。軽く押し付けます。作業は進んであと1箇所です。軽く押し付けます。C19 で全体を覆いました。溶かします。4mm ステンレス棒を接続したら反対側の 4mm ステンレス棒を外します。溶かしたら先端を集めて取り除きます。ガラス棒を接続します。タイマーがスタートします。左右を持ち替えます。基本的には右手も左手も同じ方向に回します。右手の回転が速いとレース棒 A になります。左手の回転が速いとレース棒 B になります。レース棒 A を作っています。今回レース棒を作るのに約10分かかりました。10分は時間がかかりすぎだと思います。きっと容量が悪いんだと思います。基本的には右手も左手も同じ方向に回します。同じ方向へ回しながら左右の回転がずれることでねじれが発生します。今は右手の回転が少し速い状態です。言い方を変えれば左手の回転が遅いとも言えます。炎の中に入れたり出したりしながらねじっています。レース棒の直径は 3mm から 4mm ぐらいが理想です。細すぎても太すぎても次の工程、風船ペンダントを作るときに作業がやりにくくなると思います。そろそろ6分になります。ここで回転を変えます。回転が変わる位置です。ちなみにこの位置は左から約41センチです。先ほどまでは右手の回転が速かったのですが、ここからは左手の回転が速くなります。レース棒 B を作っています。基本的には右手も左手も同じ方向に回します。同じ方向へ回しながら左右の回転がずれることでねじれが発生します。今は左手の回転が少し速い状態です。言い方を変えれば右手の回転が遅いとも言えます。炎の中に入れたり出したりしながらねじっています。この作業が10分まで続きます。A も B も同じ太さ、同じピッチにしているつもりでしたが、結果は太さもピッチも違ってしまいました。今作っているレース棒 B の方が少し太くなりました。ピッチはレース棒 B の方が緩やかになってしまいました。後で太さもピッチも修正します。もうすぐ10分です。レース棒が完成しました。レース棒 B から A に向けて見ていきます。レース棒 B の一部を上に表示します。後でレース棒 A と比較します。回転を変えた位置です。ここからレース棒 A になります。A と B を比較すると太さもピッチも違います。B の方が太いです。B の方がピッチが緩やかです。この後レース棒 B を修正します。
レース棒全体は約75センチあります。左側レース棒 A は約41センチ。右側レース棒 B は約34センチあります。レース棒 A 側です。直径は約 3.5 ミリです。レース棒 B 側です。直径は約4ミリです。A と B では直径約 0.5 ミリの違いとピッチの違いが出てしまいました。レース棒 B 側を修正します。B 側の端にガラス棒を接続します。左右を持ち替えます。今から太さとピッチを修正していきます。修正するときのイメージですが、ひねりながら引っ張ると失敗してしまうので、ひねりながら上下させることをイメージしながら進めます。では実際の作業です。少し温めたら炎から出してひねりながら上下させます。直径を少し細くしています。今は太さのみを気にしながら作業しています。ピッチは後で修正します。少し温めたら炎から出してひねりながら上下させます。この作業を繰り返して直径を少し細くしていきます。次はピッチを修正します。先ほどと同じです。少し柔らかくしたら炎から出してひねりながら上下させます。この作業を繰り返してピッチを修正していきます。溶かしすぎると作業がしづらくなると思います。溶かしすぎには注意してください。炎の中に入れたり出したりしながら少しだけ柔らかくします。少し柔らかくしたら炎から出してひねりながら上下させます。この作業を繰り返していきます。左右に引っ張るとレース棒が細くなったり切れたりするので、左右に引っ張らないように気をつけています。修正したレース棒 B 側です。修正前と比較するとピッチが狭くなったのがわかります。ピッチの間隔はレース棒 A と似た感じになったと思います。直径は 3.5 ミリ前後になりました。改めましてレース棒 B です。左側が修正前、右側が修正後です。映像では直径の変化、太さの変化は分かりにくいと思いますが、ピッチが狭くなったことはわかるかと思います。このようにレース棒は後から修正できます。細いレース棒を太くするのは難しいと思いますが、太いレース棒を細くするのはやりやすいと思います。修正しなくて済むようにレース棒が作れるようになるのが理想です。レース棒を長さ 3.5 センチにカットします。左側がレース棒 A、右側がレース棒 B です。このレース棒を組み立てて風船ペンダントを作ります。直径は約 3.5 ミリです。風船ペンダントの作り方は動画 134-2 です。これで動画ナンバー 134-1 を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。